はい、それでは本日の動画は室内からになるんですけど、今目の前に見えてるハンドルコントローラーですね。これを使ってラジコンを操作するという動画にしたいと思います。で、このね、ハンコン PXN の V9 っていうね、随分昔のハンコンなんですけど、シフトチェンジができるようにクラッチがついてるんですよ。で、割と良さげに見えるんですけど、非常に使いづらくてね、ずっと押し入れにしまってました。で、ずっと押し入れに眠らせておくのももったいないんで、今回はこのハンコンで、ラジコンの操作をするという動画を作っていこうと思います。それじゃあね、早速ね、作っていこうと思うんですけど、まずハンコンを使ってラジコンを操作するということで、いくつか方法があります。でね、ラジコン仲間のピゲさんが、一つの方法として、プロポのポテンションメーターとハンコンを直接つないで、ラジコンを操作するというやり方をね、ちょっと見せていただきました。で、今回はね、そのやり方を、するのではなくて、僕のね、できそうなことで言うとね、まずこれ、マイコンです。アルディーノっていうね、これを使います。で、流れとしては、これにプログラムをある程度書き込んでおいて、それを使うんですけど、ハンコンの例えば右左を信号を受け取って、マイコンを経由して、で、このね、こういったサーボを動かそうと思います。で、このサーボをどういう風にこのラジコンを操作するのに使うかというと、もうね、単純に物理的にいこうと思います。ハンコンを右に切った時にサーボが動いて、プロポも同時に切れると。で、アクセルも同じような感じにね、スロットルを踏んだらサーボが動いて、ここがこんな感じでね、スロットルが握られると。でしまえば、指の代わりをね、サーボにしてもらおうかなという単純なね、やり方で。あとね、この PXN の V9 っていうね、ハンコンにはね、このシフター、6速までついてるんで、このね、6速を使う感じでね、ちょっと作りたいなと思います。コードをね、Python で作ったんで、Arduino に書き込んで、これをね、あとは配線するだけです。で、配線はね、もう、こんな感じのピンをね、使って、あと、こういったボード。これにね、もう単純に挿していくだけなんですけど、こんな感じで作ってみようと思います。はい、じゃあね、ちょっとその辺に余ってた箱を使ってプロポを収めれるように簡単に配線してみました。かなり雑なんですけれど、まずメインのアルディーノ、これには電池ボックスの 6V をつないであります。で、あとこの USB に、パソコンをつないで、で、ハンコンもパソコンにつないでる状態です。で、このアルディーノのところからサーボが2つ出てて、それぞれスロットルを動作させるサーボと、ハンドルを操作させるサーボと、この2つがついている簡単な配置になってます。でね、実際にここからね、プロポを収めて、使えるようにちょっとやっていこうと思います。はい、じゃあね、プロポを収めて、ひとまずね、簡易的にこれで完成です。で、これでね、ハンコンで操作したものがマイコンに行って、マイコンからサーボが動いて、そのサーボがステアリングや、あとはスロットルを動かしてくれるという仕組みになったと思います。で、ハンコンのハンドルを操作すれば、もう単純にね、サーボが動いて、プロポのステアリングが切れるという仕組みになってるんですけど、あとね、スロットルの方、これはちょっと仕組みをね、1速から6速までハンコンについてるんで、きちんとハンコンで1速、2速、3速と上がるにつれて、スロットルの握り込みですね、を1速だと浅く、2速で少しずつ上げていって、6速で最大に握り込むというような指のね、挙動を同じようにしてみました。
で、あとね、実車に乗ってる方はよくわかると思うんですけど、エンジンブレーキ、特にギアダウンの時に、3速から2速、2速から1速とか、6速から4速、4速から2速といったね、大きいギアダウンをした時には、エンジンブレーキを同じようにするために、一瞬だけサーボがブレーキ側に入るような挙動に変えてみました。なんとなくですけれど、これでそれなりに実車っぽくなるんじゃないかなと思うんで、このままひとまず動作確認でちょっと試してみようと思います。大体のものが見えるように、まずシフトとステアリング、それからプロポの動きと、でここにね作ったプログラムがこれです。一番左上がハンドルの動きを可視化してます。アクセルはニュートラルなんで動かないと。でブレーキはニュートラルでも効くようにしてます。でクラッチを踏むと一番黄色いクラッチのクラッチが上がる。クラッチを切って一速につないでクラッチを離す。でアクセルでちょっとだけスロットルを握ってくれると。でこう3速4速5速6速で、この6速から仮に3速までつなぐとエンジンブレーキがかかるようなプログラムにしました。なんで一瞬ブレーキ側にね触れるようにしてます。こんな感じで、アップの時はねそんなにないんだけど、であとブレーキこれだけね動けばいいかなと。あとねちょっとおまけ的にシフトダウンやシフトアップ上手にやった場合は星が5つついたりね、パーフェクトだったりグッドだったりで、あまり雑に扱うとラフなね形で表示されるようにしました。で細かいところはね数字がいろいろあるんですけど、打角がどれだけ動いたかというのも一応プログラムにしてみたんですけど、そういったことよりもねこれでちゃんとプロポが動いてくれたということで、今日のところはここまでとさせていただきます。で次回はこのプロポの、受信機を実際の車に取り付けて、外でねハンコンを持っていくの大変かなせっかく作ったんで外に持って行ってちょっと走らせてみようと思います。それでは、本日の動画は以上となります。また今後もこういったラジコンの動画、自分の興味の持ったこと、自分にできることはいろいろやっていこうと思いますので、よければいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。